ロールケーキのような可愛らしい和菓子。実はモチーフとなった日本画があります。京都の画家が思い描いた南国のユートピア。2020年春にリニューアルオープンした京都市京セラ美術館。近代建築を継承し、現代的なデザイン、機能を加えた施設に変貌を遂げました。コレクションルームでは、美術館所蔵の名品を四季に合わせて展示替えし紹介しています。数は3700点余りですけれども、京都画壇という言葉でよく、言われる、京都の近代の日本画の作品というのは、数の上でも質の上でも非常に優れたものが、コレクションされていると。京都画壇は写生を重視した江戸後期の丸山四条派の流れを組んでいます。この島王国の寛月は、冬枯れの竹林をさまよう飢えた狐をリアリティあふれる筆致で描写しています。土田幕船の閉床。ベッドに座る女性と脇に立つ女性が三角形をなし、白を基調とした色彩が相まって清楚な美を際立たせています。江戸末期に創業した京菓子店、金谷正弘。6代目にあたる金谷渡さんは、冒頭で紹介した和菓子を制作しました。京都の美大を卒業し、現代アートのマニアでもあります。この店の名物が、大豆粉と砂糖蜜を幾重にも重ね、青のりをまぶした新生豆。製法の大部分は秘伝です。新生豆の起源は、店の創業よりもはるかに古く、室町時代まで遡ります。新生上人という方がご考案されたお菓子で、辻鉄砲の際などに皆さんにお配りしていたお菓子と言われています。その頃は塩味のお菓子で、江戸時代の末にうちがお許しをいただいて販売させていただきまして、でその時に甘いお砂糖のお菓子として初代が完成させたと言われております。美術好きが高じて京都市京セラ美術館とのコラボに至った金谷さん。第1弾が春のコレクションで展示された丹羽明子の燈夜。洋装でショートカットのいわゆるモダンガールが弓を引き絞る、実に意味深な作品です。すごく伝統的な京菓子の形、それともデフォルメした感じにするのかとか、いろんなパターンが考えられると。あまり下手に解釈を加えたようなことはしないでほしいというのをすごく言われた。っていうのは、例えば絵を見て、これこういう絵なんかなって思うのはお客さんの一番の楽しみなの。およそ50の試作を経て出来上がったのが、白あんを練り切り生地で包んだシンプルな一品。アクセントに木型で矢尻をつけました。夏の展示では、美人画で知られる上村松園の大月が題材になりました。うちわを片手に月の出を待つ女性の後ろ姿が、恋人を待ち焦がれる心境を映しているようです。夏なので上下2層の水羊羹にしました。上は和三盆の糖蜜、下はこしあんを寒天と混ぜて冷やし固めます。中には月に見立てた丸い練り切りを入れました。月って
球体じゃないですか。でも満月に見えたり半月に見えたりするっていうのと同じように、上から見たら円やし、で全部こう下は水羊羹で不透明なので、全体は見えないっていう風な、ちょっと面白いお菓子になったかなと思っております。秋は西山水晶の交換球。中国の神話に登場する月世界の宮殿と能の演目羽衣を組み合わせた六曲一層の屏風です。中国で天女花と呼ばれる大山蓮華をモチーフにしました。春、夏、秋、そしていよいよ冬。京都市京セラ美術館の陶器コレクションに足を運んだ和菓子職人の金谷渉さん。この日初めて冬の和菓子のテーマとなる作品と対面します。沖縄をモチーフにしているんやなっていうのはパッと見でわかるんですけども、すごい違和感がある絵やと思いまして。違和感とは、題名はハイハテロマ。実は波照間島の南に浮かぶ伝説の楽園です。その昔、琉球王国の重税から逃れるため、波照間島の島民が命がけで目指したという記録があるそうです。作者の菊池景月は、島民の悲痛な叫びを穏やかな架空の風景に投影させたのでしょうか。沖縄にはあんな風な雄大な川がないで、多分海水ではないなっていうのは、その横に田んぼがあるんで分かるんですけども、なんかその違和感が魅力的やな。金谷さんは女性の着物、山や田園の緑、明るい空を4色の練り切りで表します。それぞれの生地を伸ばし巻き合わせて竿物と呼ばれる細長い形状の菓子にします。切り分けた時に現れる美しい断面が竿物の特徴です。小よりで紐状の模様をつけます。その意味するところは絵の中に。麻の紐を編んではるんですよ、実は。そんなに大きく書かれているわけじゃないし、絵見ただけじゃ分かんないんですよね。歴史を知らなくても、ちょっと絵を見てかっこいいやんって思った人が、一個こっちを知るきっかけになるようなネタを一個ずつ仕込むようにはしてます。薄く塗った寒天は風景のきらめきを。金箔は南国の太陽をイメージしています。フレーバーに沖縄産シークワーサーの果汁を加え、南国のユートピアにふさわしい味と形に仕上げました。日本画と和菓子のコラボは、金谷さんと美術館のカフェとの企画から始まりました。店内ではスパイスの効いたハーブティーとともに味わえます。美術館のこけら落としで世界的アーティスト杉本博の瑠璃の浄土展が開催。そこで初公開された作品の和菓子も手掛けました。
例えると、それは金谷さんが憧れのアーティストに宛てたファンレターでした。アーティストさんって何かインスパイアされて自分のものを作らはるんです。僕は絶対それはしてない。そういうのでインスパイアされて新しいお菓子を作るとかいうよりは、なんでこの人がこういうことをやってんのかっていうのを理解したい。作品が生まれた背景を理解し、エッセンスをすくい取って伝統の技を振るう。I love art。金谷正宏6代、金谷渉さんの和菓子には甘くとろける美術愛が詰まっています。